さん、こんにちは。ゲオです。お久しぶりです。ウインカーの音がね、してます。渋滞にはまってます。船橋市なんで。今日はですね、この間車検に行こうっていう風な動画を上げたと思うんですけれども、ユーザーの車検は無事通って、車検の期日が12月の8日まで無事延長されたんですけれども、一つね、やり残したことがあって、スパークプラグの交換と、あとは、クラッチの交換か。これをやらないといけないんで、ダイハツのディーラーに向かってます。なんかね、ちょっと空の色がね、変で真っ暗なんですけど、今、3時ぐらい昼の。じゃあ向かいます。で、まあね、マニュアルの車なんでね、一つの転換点がこの今のタイミングかなと思うんですけど、見えるかな、これ。今ね、5万1000キロぐらい走ってます。で、軽自動車はスパークプラグが5万キロぐらいで消耗しちゃうらしいんで、それも変えないといけないっていうのと、見ての通りね、マニュアルの車なんで、クラッチがね、5万キロぐらい経つともう消耗しちゃうらしいです。なのでね、ちょっとそれを変えるっていう風なところをやっていかないといけないわけですね。5万キロも走ったんですね。早いな。まあね、クラッチはね、運転の仕方にもよると思うんですけど、それ以上にこの車はね、キャンピングカーは車重が圧倒的に重いので、1300キロぐらいでしたっけ、忘れちゃいましたね。1300から1500ぐらいあったはずです。タントとかのね、スライドドアが乗ってるあの車よりもだいぶ重いっていう。めちゃくちゃね、車重があるもんですから、クラッチのね、消耗も激しいっていう風なわけですよね。で、今日はダイハツのディーラーに向かうんですけど、台車がね、貸してもらえるんで、ちょっと楽しみにしつつ向かっていきたいと思います。なんかね、台車がね、全然空いてないっていうんで、軽トラしか空いてないよっていう風に言われて、別にいいですいいですっていう風な感じで、一応軽トラがね、来る予定です。1週間後ぐらいにね、ちょっと旅行に出かけるつもりなので、それくらいまでに、マロッコが帰ってくれば別に何でもいいんですね。で通勤でね、昔は使ってたんですけどね、最近は別に通勤とかに使ってないので、別に軽トラだろうが何だろうがいいよみたいなところありますよね。あとそもそもね、この車軽トラですから、皆さん忘れがちですけど。ちょっとね、ベースの車体が変化してどれぐらい良くなったのかみたいなところは気になるので、軽トラちょっとね、楽しみにしながら向かっていきたいと思います。いや、相変わらず無限に渋滞してるな。もうダメだ。あとね、半の予約なんですけどね、もう着いちゃいました。3時10分です。いいでしょ、ちょっとぐらいは。いやね、読めないんですよ、全然時間が。何分かかるかは全然わからない。混んでたり混んでなかったりするんで、今日は比較的混んでないパターンでしたね。バックします。無事入店しました。お、素晴らしい軽トラが来ました。まだね、450キロしか走ってないですね。完璧な新車です。で、フルモデルチェンジね、される1個手前の後期型みたいなやつかな。ほら、見てくださいよ。見えるかな。まだね、450キロしか走ってない超新車です。素晴らしい。めちゃくちゃ綺麗。しかもなんか台車4駆なんですね。ここね、スイッチがね、4駆のスイッチが、今のやつってここにトランスファーのレバーがついてるんですけど、今の新しいね、ハイゼットトラックはね、スイッチなんですよね、電子の。ここは変わらない。で、グレード高くなるとここがね、プッシュスタートになるんだけど、ここは普通のやつかな。で、今まではね、4オートマだったのが CVT になってるはずなんですよね。これは熱いっすね。ただ、素晴らしいくるくるハンドルです。で、あとね、集中ロックがないそうなので、両方のドア両方とも閉めろということです。いや、いいね。ノスタルジックな
車ですね。ただね、しかもね、電子ミラーなんですよね。なんか古いのと新しいのが共存してて、なんかわけわかんない車っすね。よし。じゃあ、これね、どれぐらいだろう。1週間も借りないかな。ちょっとね、楽しいんで、CVT のフィールを味わいながら帰りましょう。しかもね、アイドリングストップついてるらしいです。いやー、すごいね。でも乗用車を扱ってるね、ディーラーの、こう、軽トラの台車ってあるんですね。誰が借りてんだろう、これマジで。450キロってこれ多分僕この車乗んの3人目とかそういうレベルじゃないですか。誰も乗ってないですよね、これ。すげえな。何年ぶりだ。会社の車用車以来超久々にオートマの車乗りますね。いいね。あそこにバロッコ見えんの分かります？じゃあバイバーイ、行ってきます。ね、さっきからね相変わらず渋滞してるんであんまりね距離はね全然乗ってないんですけど、やっぱ新車っていいですね。暑いな。あとね CVT 面白い。軽トラで CVT ってめちゃくちゃ珍しいですよね。すんげえ滑らかにいって変速の感覚がそもそもない。変な感じ。とね、これ一丁前にね電子ミラーがついてるんですけど、これ分かります？これ後ろの車がね、これ後ろに映ってる黒い車が2つ後ろの車なんですね。1つ後ろの車は今ちょっとね影に隠れて映っちゃってるんですけど、これねなんか場所が面白くって、もう見てくださいよ。後ろの車ね BRZ なんですけど、86かな、86だ、86なんですけどね、なんか実際の距離よりもめちゃくちゃ近くに見えるんですね。これなんか凄まじくこれ近くに見えますね。全然これ肉眼と感覚が違うのがちょっと面白いな。変な感じや。これねバロッコについてるなんか中国のわけわかんないデジタルルームミラーは結構その実際の距離感とミラーに映るその車の影が割とねいい感じに距離感が近く映るんですけど、これめちゃくちゃ近くに映りますね。なんかちょっと方向感覚がね狂うような感じです。めちゃくちゃ近くにね見える感じがしますね。うわーすげえ CVT 面白い。これめちゃくちゃ楽しいな。いい車や。いいですね。軽トラでね CVT ってどうかなっていう風な話ありましたけど、普通に走りますね。全然違和感ない。オートマよりも全然運転しやすいんじゃない？前の 4AT だった頃のハイゼットに比べて今のこのハイゼット CVT だからすげえ滑らかに加速して滑らかに減速するような感じなんで、すごいね運転しやすいですね。ただねちょっとバロッコとね全然違うのがこのキャビンのあれですよね。これねクソ攻めやばいっすね。これここで終わりなんですね。ここまでで車内がね終了してるんで、人間がね2人いればもうそれで終了な広さしかないので、狭いっすね。めちゃくちゃ狭いし、あと後ろがねこれ直角、すごい直立不動、直角じゃないな、ちょっと傾いてからなんか10度20度傾いてますけど、今もね自分がある程度運転しやすいところまで下げて、でそんで普通に運転してるんですけど、どうだ、これでまあでもやっぱ10度ぐらい傾いてんのかな。ほとんど直角だ。もう電車の席と同じぐらいじゃないですか、感覚としてはね。なんか軽トラはある意味スポーツカーだっていうのってマジで正しいっすよね。凄まじい車ですよこれ、本当にマジでスポーツカーだわこれ。お、大丈夫か、頑張れ頑張れ。皆さんこれ聞いてくださいよ。アイドリングストップがあります。軽トラでアイストするんだ、すごいな。うい復帰。
まあでもね、今のねバロッコはこの車の1個もう1個マイチェンしたバージョンかなで多分ベースで作られてるってわけなんで、そう考えるとねやっぱ全然快適さが全然違いますよね。だってこれ今止まるところで、おお静か。アイドリングストップした。復帰。普通の乗用みたいな感じですねマジで。まあでもね、なんかなんだっけ、エアコンがこうマニュアルエアコンだったりさ、あとドアロックが集中ドアロックじゃなかったりとか、あとそもそも鍵がなんかなんだっけスマートキーじゃないとか、なんかいろいろちぐはぐなところはありますけど、やっぱ最近の車っていう風な感じはしますね。軽トラもめちゃくちゃ進化してるんだな。運転しやすいな。マニュアル楽しいからマニュアル乗ってんですけどね。オートマのハイゼットトラックもなんか普通に楽しいですね。CVT の方がこれ運転しやすいんじゃないかな。直角のね、この直角のシートはいただけないですけどね。これでもハイゼットのこの後ろがちょっと広いハイゼットジャンボとかだともう完全に乗用車っすよね。もう少しだけこれ後ろが 0.3 人分ぐらい、これが1人分のね 1.0 人分のサイズだとしたら 0.2 人分ぐらいのサイズが後ろに拡張されるんで、これハイゼットトラックとかめちゃくちゃ楽しいんじゃないかな。普通にもうスポーツカーっすよね、もはや。いいなこれ。軽トラにみんな惚れるわけだ。すごい。物めっちゃ乗るし楽しいね。ではでは。